こんにちは、ワイルドブルです。よーイエーイ山下幸輝です。宮崎隼人です。鈴川奈々です。キレイトです。鈴木ひなたです。今日は何をするんですか？何ですか知りたい。おお、どこ見てる？どこ見てる？近い。はい、本日はですね、ワイルドブルーエピソード0の裏話を話しちゃおうよすごい気になってたと思うよ。気になってる、めっちゃ気になってる。今ワイルドブルーの SNS に上がってるワイルドブルーエピソード0が計1人ずつ5本あります。それが上がってて、みんないろいろ思い出があると思うので、その撮影のね裏話だったり、そのなんだろうなエピソードの真相はみたいなところをまた話していければなと思います。おーしょ。ね。じゃあ俺から話しますか。はい。お芝居の部分は僕は今も続けてやってますから、難なくこなせたし、裏話ねあったかな。まあ、それこそ学校のシーンじゃないな親との。あれだから本当ですか？ガチボコ。そこで出会いまして。僕が2個下で中学1年生の時には中学3年生で、しかも中高一貫校なんで、そのままこうエレベーター式で上がっていったので、こう付き合いも長くね、ずっと本当に一緒にいて、あの出会いがなければ今ないという。その出会いも直哉が声かけてなかったら出会ってないから、あれがあったから。覚えてます？いや覚えてる、もちろん覚えてる。黒板消しみたいなところで僕消してて、そう黒板消しみたいなところ黒板さ、黒板があるやん。黒板がクリーナーをコキがしてたんですよ。ウィーンって、でそこに俺が行って一緒にこのバトル出ませんかって言ったのが全ての始まり。そうそうで怪我するんですよね、足をパーンって怪我しちゃって、そこで一回挫折を味わうんですよ。でその時に右の颯ですよ、右の颯君と出会いまして、韓国の練習生中にほんまに一緒になって、それすごいよね。で撮影階段のシーンあったやん。あれの裏話としては、こうコキがさ「ありがとう!」って言ってくれるやん。あの先にはほんまに俺が見てるっていう。実はカメラ外で。そう。颯君はさ、コキにさ最初の韓国で出会ったわけじゃん。どういう印象やったの？めっちゃ知りたい。リュック少年、紫のデカバッグ持ってでっかバッグ持ってみたいなこうやって。とにかくダンスが好きだったんで、ダンスの好きさがね伝わってもらって嬉しいな。フリーで練習してた場所だったね、広場みたいな。何個かあった？オーケーとね。オーケー。そう大阪のね。そうあれは本当の場所であり、本当にああいう場所でやってたってこと？そう。すごいね。本当にオーキャットっていう場所で難波なんですけど、難波でそれこそ直哉と一緒に学校終わって、まあ、学校の部活も終わって夜遅くにあそこオーキャット走っていってでめちゃくちゃそこでもダンス、周りから見たらなんかやってるみたいな感じに見られないかった。やでもその場所はもうダンサーが集まるところなのよ。じゃあ変じゃなかったんだ。全然変じゃない。2人がいても。そう多分一緒に初めてそのオーキャットで練習したいなって憧れある。分かる？最初の方、ダンサー最初の方って大阪でオーキャットしたらなんかダンサー好きなやつみたいなあんのよ。なんかそう。なんかお母さんとか来ました？撮影現めっちゃ来たわ。場。マジ？ああ来てたわ。もう後ろにずっといた。なんだろう。マジ？もう撮影するよって言っても見たいよ。見たいね。それお母さんとかだけ？お父さん。父さん。がっつり見に来て。恥ずかしくなかった？いや全然恥ずかしくないね。嬉しそうにしてたんで。学校のシーンはやっぱずっと制服やったから、制服をね大阪から持ってきてもらってっていうか俺が行ってその制服を持ってきて現場にね持ってきてもらって。で1個言うと、あの制服はコキのじゃないっていう裏話が。何々ということ？コキはもう学ランを捨てててん。じゃあ捨ててったっていうか捨ててはないどっか行っちゃって、本当にどっか行っちゃって、本当にどっか行っちゃったらしいです。本当にどっか行っちゃって、友達から借りるっていう。それ裏話よね。結構裏話ではないです。続きまして、直哉の、エピソード0を
作ってみてどうでした？忘れられない約束変。編、うん僕はその後期と違ってうん演技とか本当に経験なかったので、うんめっちゃ緊張したんですけど、それこそ監督さんとかがめちゃくちゃ盛り上げてくれたというか、いいねいいねみたいなあーやってくれてめっちゃやりやすかった。学校の現場とかは、その僕のダンス部の後輩とかも見に来てくれてて、あ後輩が横でずっと見てたからさ、こうやって見てたの？そうこうやって見てる扉をこう返して見てたからさ、あめっちゃなんか見られてんなーと思いながらやってて、めっちゃ緊張した実は。どういう先輩だったの？多分先輩っぽくない先輩だったと思う。あ多分なんか同期みたいな先輩してたかも。そうあ、いいね。本当になんかフレンドリーな。そうめちゃくちゃ。みたいな。そうそうそう。名古屋のエピソード0ではあったけどさ、コキのお疲れも好きやそれマジ好き。階段ね。お疲れ。あれの裏話で言うと、あれマジでやってたから去り際ロック？あれマジでやってました。学校で6年間ずっと見てた。マジでお疲れってそうずっと。だから僕も映ったもんそれ。高校生時代、コキのそれが謎に伝統化してたもん。そうなのその裏話で言うと、あれはガチです。マジでね、ネタなし。ダンスバトル断られた、誘ったんですけど、あれが中1か中2か忘れちゃったんですけど、あの辺で、夏ですよ、出ましょうって言って断られて、相方決まってるって言われて、中学の唯一の先輩にダンスバトルをまず断られて、ああもう確実に終わったわ、居場所ないわって、嫌われたわみたいな。コッキさん、それは本当にお相手の方がいた？本当にいた。本当にいたんだね。相方。なんならそのお相手は俺のチームメイトやったんよ。あ、じゃあ余計ちょっと。そうまあ先輩ではある。先輩ではあるあー、けど、じゃあ1ヶ月後ならいいよみたいな言ってくれて、めっちゃ嬉しくて。でもなんか俺の当時の心境としては、その1ヶ月後俺なだけで2ヶ月後はまたその人かもしれんよ。ああ、わかる、そうね。そう俺が埋め合わせみたいな、はいそれは絶対嫌やと思ったから、選んでもらうために、うん。まあ、頑張りましたっていう、そうね。はい。でもいいとこつついてくるのよ。俺のツボ知ってるから一緒の乗ってて、ああそうめっちゃわかるみたいなのを結構な数で売ってくるから、そう名あ古屋ってでそこがやっぱり確かにいいなと思ってあ、通ずるべくして。そう通じ合ってね、もう先輩から親友にね。ありがとうございます。すごいな。日向と俺が出会ったのも韓国で2人みたいな感じでうん初めて会った時、どんな印象でした僕？ロッカー来たーって感じだった。あーほんまに。なんなんかまず部屋入ってきて、もう名古屋が鏡の前立ってて、もうずっとくるくるやってて、鏡の前。出ちゃってるじゃん。韓国でもロッカーやってた。出ちゃってるじゃん。出てるな高校時代出ちゃってるバイルスがもう韓国をロッカーにしようとしてたから全部をね全土をロッカーにしようとしてましたから。ロックで。でもう日向と会った時は本当にあの映像のまんまで、なんか背中を押してくれるような存在で、本当に初めて韓国に来てダンスを教えてくれたのが日向で、そうその時も日向とよく言うんですけど、初めて会った時はこうロンティーを半出しして、分かる、この日向がよくするやつ、斜め掛けの斜め掛けわかる斜め掛け T シャツみたいなのしてて「おはよう」って言ってニット帽をかぶってふにゃふにゃしてんな。ふにゃふにゃしてたその時からでもめっちゃ優しかったし、もうダンスのこの課題曲みたいなのを一緒にね、最初に、ほんまに日向やったら最初に教えてくれたの、それでめっちゃ仲良くなって、こうつながるようになって今があるっていう。いいね。ありがとう。ありがとう。エピソード0では語られてないですけど、うん颯君とこのチームをつなげたのも僕やと思ってるんですよ。あでも確かにでも本当に颯君が韓国からねこう帰ってきた時に、たまたま僕が SNS で見つけて、テレビで画面で見てた人がいるみたいな、でみんなにこの子かっこよくないみたいなのが始まりなんですよね。俺激推ししてたからマジで僕颯君たちも見て、あ、かっこいいねってなって。マジでそうそうね、めっちゃもう絶対みたいな熱意がすごい。熱意はすごかっためっちゃ覚えてる。颯君、その韓国行く前から僕知ってました。本当にリアルに。TikTok とかやってそうそうそう。なんか家とかで踊ってるやつとか見てたもん。一般の颯君してる時から本当に知ってました。すたまたまごい。
じゃあ続きましてゆうとのエピソード0はいなんかどうした撮役者をやっていた経験もあって、まあ、演技とかは、まあ、その慣れもあるので、やっぱり経験のそこで苦労とかは特に、まあ、なかったんですけど、この数ヶ月、すごい激動の数ヶ月だったなって改めてここに来て撮影して思って、でも自分の映像を、まあ、見るじゃないですか、完成したもの、最後のさいざとか言ってるシーンの時に衣装がバチバチすぎておもろいっていう話を言うただけなすっごい決まってるから練習着じゃなかったようなしてるやんそれ一人でさ完成しましたのやつを見てる時に、家でめっちゃ笑ったもんね俺なんか真逆にパジャマやと思うなそう3人でひなたと僕とハイテ君の3人の衣装がなんかもうアニメのキャラクター俺あのストーリーでさちょっとだけ気になることがあってさ、ゆうたがさ幸せでさってなんか言ってるシーンあるやん、演技ではいなんて言ってんかめっちゃ違ってたんよ俺。あれはなんて言ってるかとかオーディション見るわけですお願いしますみたいな、なんかそっちか台本こんな顔でなんて言ってるか分からん海賊みたいな顔してるじゃんあんな俺セリフがめっちゃ気になってさいやあれはいやもうセリフとかじゃなかったですよ。なんかもう監督さんの指示があって、こういう感じでみたいなので即興みたいなセリフとかっていうよりかはあれ即興なの？なんか言ってる感じ。でも何言ったかも覚えてない。何言ったかも覚えてない。俺撮ってるんですよその動画実は裏で。なんでなんですか？ここまでやったのにみたいなさ、なんかそういうここまでダンス続けたのにみたいな。そういう即興でやってみたいな。あれ即興なんすごいなやっぱ。めっちゃ気になってたね。なんて言ってんねやろうって。そうものあるよな。なんでここやってんだろうみたいな。すごいなやっぱ。みんなやってるけどナレーションあったやん。ありましたね。喋って撮りました。別で撮ったやつ。撮りました。上手。なんかね、ほんとアニメの声みたいだよなんか。確かに。今行く。そうそう。今行く。でも声がいいんだ。それさ、めっちゃ言ってくれるよね。言ってくれるっていうか、言えた。暇行くっていう。暇行く。それさ、当時さ、あの場所で撮影してさ、じゃあお着替えで違う別のシーンでみたいな時にさ、みんなが移動する時にずっと「暇行く暇行く」って入ってくるずっと言ってるからもうめっちゃ言うやんと使えそうでもそれ。綺麗なんや。俺やったらさ、今行くわってなってまうよ。だけどもう言うてが言ったら今行く。気持ちいい音。確かに。わかんない、みんな気づいてるかわかんないんだけど、最初今行くって言ってるじゃん。でそれで誰に言ってるのか最初分かってないじゃん。思ってない。でも最後さ、後半でさ、みんなと合流するじゃん。それがさ、同じ格好じゃん。だからそれ今行くって言ってた相手はみんななんだよっていう。ああなるほど。なるほど。伏線を張って演出に僕がしたいっていう風にして言ったん？そう僕が言って、そうあれはそう最初今行く。そこで支え合う仲間編とつながっていると。すごいそれ。そうしたいですよ。じゃあ続きまして、颯のエピソード0、どうでした撮影？裏話をこれは多分もうみんな一生経験できんと思うんやけど、こうメイクとかヘアをするじゃないですか。でそれが僕はちょっと場所がなかなかなくてメイクをカラオケでしまして、おおめっちゃ裏話。カラオケでメイクしてもらって歌いながらしました。どういうことどういうこと？動画も撮ったけど、歌いながらメイクされてるっていう。やばい。いいな。なんかいいな。ちなみに何点取った91取りました。ちゃんと。さすがすごいエピソード。ナレーション一人だけ関西弁めっちゃ思った。やったのよ。関西弁やったなあ確かに。でもいいなと思った。いいよね。あれも最初あれも標準語でちゃんとやったんよ。やけどどうしてもなんかこうもうちょっとテンションみたいなの言われた時に、いや言えないですみたいな、こうもうセリフみたいになるしって言って、関西弁でもいいですかって言ったら、全然いいよ。めっちゃ良かった。そうあれがらしさがすごい。逆になんか標準語だったら違いそうだもん。そう逆に違う映像が見れたと思う。なんか3年1組28番ってほんま。あれは全然違うか。3年1組はほんま。ああ。うわ何番か当てていい？俺知らんねん。え？覚えてない覚えてない。
だから大体で書いて20何パンちゃうかな2やし確かに覚えてねえやはそこら辺俺28やったらすごいなと思って覚えてないよいやいや覚えてないよそれこそあれ撮影してたのが俺実家でうん多分俺だけもう全員が実家に来たっていうあもうスタッフさんが確かに確かにもうじゃあ誰もかも家族がいる前でそう踊ってもうみんながいい部屋におってその気持ちはどうやった家族がおる前でおもろい家で踊ってるシーンみたいなのあって、うんその時にこう、ほんまに初めて覚えた振りやったんやけどあれ実は、でそれをこう音かけて踊るためにこう監督さんが「はいさ」って言ったら弟が音をかけてたっていう協力していただカメラの横でいて家族がいいねめっちゃいいな猫ですよ猫はいもうにゃんころが可愛すぎてはい颯と猫の中和性というかああもうずるいと思ってこれは本当の家の猫ちゃんほんまに家で飼ってる姫ちゃん姫ちゃんめちゃん話題になったカウントダウンあるじゃんあそこでも姫ちゃん一回登場したもん僕より先にデビューしてましたデビューしてたもんねそうそれメンバーでちょっと話題になってたよねそう猫の声あるやん、んあれも猫ちゃんの声猫ちゃん違いますあれあれ違いますよしたけあど俺えあれ俺やんコキボイスコキボイスやんあ後戻りできひんねれそれは嘘今のうちやほんまダウトあーダウトやダウトなんですけどダウトでもマジで可愛かった猫マジで姫可愛かった出てくれてありがとうって感じですほんまにちゃんと出演料払わないとキャットフードで本当にでさっき俺のエピソードの時にも話したけど韓国で出会ってるじゃん俺そうよねそう、うんそこでつながったとまずはまずはアニョンハセヨしたまずはもうアンニョンしてそうアンニョンさせていただいてまずあんのその時が最初の韓国でうんあそうなのそうそれがでもそれは19歳ぐらいでおお同じぐらいから、うんでもそれも割と早めに帰ってくることになって、うんそこからまた普通に仕事バイトっていうかして、うんで急にまた次韓国行くことになって、うんそれが次長くて23お年お23年行って、オーディションとかもしたりして、うんで高校の時にあれにもあったけど二択に直面したらみたいな話あるけど、これは就職して夢を追えばよかったなっていう後悔と、うん夢を追って就職して安定しとったらよかったなって後悔どっちがでかいと思った時に、いや完全に夢を追わないと後悔がでかいと思って、で就職を辞めて、ってしたからもうめっちゃ反対されて最初でも押し切ったからやっぱ家を出てなかなか帰れんっていう気持ちがあって、でもそんな時に、ね、こうオーディションも終わってまた頑張ってたけどそこでダメになった急にダメになって、親にこうねあれをメッセージだけどほんま電話で「ちょっと帰るわ」みたいな「あかんかった」って言ったら「あほんま?」みたいな「帰ってき」って言って「いやなんかごめんな」って言ったらって泣き出して「もう帰ってきてええんやで」って言われてもう俺もそれで泣いちゃってさすがにやばいね帰るわ悲しいもんっていうメッセージの再現やった再現やったねそうわあいいそこもうもう全部やってほしいもん最近もう今聞いてるのをなんならそこで俺はもう本当諦め一回じゃあまたこういうねつながって名前がさっき言ってくれたようにでこうマネージャーさんから連絡もらってみたいなこう最初は無視してたけどそう誰実はねなんだって何これみたいななんかええわ思って最初は無視してたけどなんかやばふと気になってあ気になるただただお話だけいいですかって連絡してみたいなこうバーってつながってすごいなじゃあもうポン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 わけですだからなんか奇跡の5人って言ってたけどこうほんまにいろんなつながりでさこみんな持ってるようねそうそれぞれこう全部出し切れてないけどさいろんなつながりあるここもあったし確かでこう全部あるやんで奇跡の5人っていうのはもう別に過激というかオーバーに表現したものではなくてなかなかないいやなるべくしてなる時は本当にあるんやなっていうのは感じました、なんかそれをなんか改めてこの映像化したら俺らもちゃんと分かったというか、あここの出会いでとか確かにね改めて分かるよね、
はい、じゃあ続きまして、日向のエピソード0ですが、どうでした撮影？久しぶりに喋ったね確かに久しぶりに喋ったな、声聞かして撮影はでも緊張はした。緊張してた。やっぱり演技っていう演技を初めてやし、撮影してっていうのも初めてやったから、しかも暑い中やったし、なんか環境とかもあっていろいろ緊張した。あそこよかった、溶あーけていく溶けていく日向、溶けピナ溶けピナが良かった。あれって監督からの指示なのか、日向がこうやって自然にこう溶けていったのか。セルフピニャータしたのかそう指示ピニャータなのかあ、でも際どいなそれ。際どいなんかどういうことなんかこういう感じでもいいよみたいなやし、んなんか座っててちょっとなんかこういうダラーンってしてる感じのみたいなんで、ちょっと間取ったらさらでもそれセルフじゃん。ほぼセルフピニャータ。セルフピニャータほぼセルフピニャータあれ俺絶対真似しようと思ったもん、いつもやってよ。演技で。あ、でもいいんじゃん。ああ、なるほどね。それやばいで。先輩に真似しようって言われてるってレベル高い。あってあれ声も？いやそんな声出してない。出してない出してない。してない。でもそれぐらいほんまナチュラルやった演技が。よく嬉しい。なんか最初からさ、こう子供の時の写真みたいなパパって写ってたやん。で、なんかこう目指して一瞬で心をなんか一瞬で心生まれたことあるって言ってたやん。で、多分めっちゃちっちゃいからダンスしてるやんずっと。何でこうどういう風に心奪われたのか何に？ああ、なんかそれこそお母さんが本当に僕が幼稚園の頃から生まれる前かも、生まれたぐらいからビッグバンさんが好きで、お母さんと一緒にビッグバンさんのライブに行って、でそこで初めてアーティストっていうのを生で見て、うわすげえみたいな、歌ってるし踊ってるしみたいな。でそこからだんだんビッグバンさん見るようになって、でなんか自分もいつかこういうステージに立ちたいなと思って、なるほどね。そなんかねれがそれがきっかけ。大阪城ホール行ったやんあれはなんで大阪城ホールに行っあれは俺が小学校3年生の時に、その大阪城ホールでバックダンサーで踊って、そこから本格的になんか舞台に立った。小3の時に大阪城ホールで踊ったの？そう。へえ、すごっ。そこがきっかけでもっとステージに立ちたいってなったから、大阪城ホールを見てるっていう。あそこ好きなんだよな。好きよ。やっぱ確かに。いつかね、みんなで大阪城ホールバックダンサーじゃなくてバックダンサーじゃなくてメインでメインアーティストで。メインアーティストでみんなであのシーン再現したいね、みんなで。ひなたが見てるところを。ああ、また再現撮る。同じ場所で同じ場所で。奪われたことある心奪われたことってある。めっちゃおもろいそれ。ある。で、韓国次。なんかマスクしてそうマスク、あそうマスクもしてたよ。あの時期がちょうどコロナの時期で、あ2020年ね。そうあれが僕が中3ぐらいかな、でコロナがちょうど起きて、やっぱ飛行機も飛ばんみたいな、で韓国行けんくて、でダーンみたいな、でもそっから2年後間高2の時に、韓国に行って、何ヶ月か過ごしたら直哉が韓国に来て、そこで出会ったみたいな。でもさ、そう思ったらさ、こうその時行けなかったのは残念やけどさ、その時行けてたら合ってるかわからんかったからさ、それもめっちゃ運命じゃない？合ってなかったもんね。そう。日本でも会ってたりしたの、2人は。めっちゃ合ってたよな。だね。結構3ヶ月に1回ぐらい会ってたよ。で、あれがあったんじゃない？そう、TikTok やればあれがそこあれは日本やから、あれほんまに映像の通りで梅北広場っていうところがあんねんけど、あれガチね。あれガチで2人でよく梅田に集まって、なんか TikTok やったらみたいな、いいと思うでって俺が言ったもん。提案ね。そうその5人目になった理由はなんか電話してんな、俺が日向にしたそう電話してちょっと救命入れますかみたいなスカウトマンみたいな感じで電話して、日向が「おいちょっと話聞きたい」みたいになって
5人目になったっていうね。そのさ電話急に来たわけじゃん。びっくりしなかったのなんかいや何みたいな。ちょうどそうその日が卒業式やったんよ。でインスタに卒業しましたっていうの載せて、ナオヤが見てくれてたから、その祝いの電話かなと思って。おいおいおいでビジネスやったんや。おい危ない電話みたいになるやろ。おかしいやろ。なんで俺がそんなことしてるの？さって言ってちょっと面白い話や。いやいやせえへんわ。でですね、このワイルドブルーエピソード0の、物語、ストーリーだったり、ナレーションで喋っている言葉だったりが、僕らの今回のワイルドブルーの曲あるじゃないですか、ワイルドブルーね、につながってる、自分の好きな歌詞フレーズだったり、なんかここ大切にしてるよみたいな部分とつながってるので、なんか改めてこのエピソード0を見ながらもう一回曲聴いてみたりとか、なんか振り返ってみたり違ったね。そう楽しみ方。そうしてくれたら確かにより深みが増す。深みが増すね。本当ワイルドブルーの曲も深みが増すし、エピソード0も増すし、もうこうなっていく。しかもそのエピソード0でさ流れてた音楽あるじゃうん。ん。あれももう今もう出てるから言えるけど、僕たちの曲だったんですよ。実はワイルドブルーです。実はワイルドブルーでしたっていあれう。インストね。そう裏しかもちゃんと話。パートのインストね。そう。あ、気づいた。それで俺のところでトゥントゥントゥンそう誰だってそうとか。いいね。それもうみんなの何々編が全部そのままほぼ歌ってるよね歌詞で。あ、確かにそうそうそう。多分。約束とか。そうこうするなあちょ一つになるか。歌ってるしね。いや素晴らしいポイント。素晴らしいポイントを。拍手でしょ。だからそれね、改めてね、見てほしいなとまた思います。締めますよ。はいそれではまたお会いしましょう。ワイルドブルーでした。バイバーイ。